中学1年生の時242人中238位だったの、おー。はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。そしてまこです。ゲンゲン、視聴者からコメント来てたんやけど、読み上げていいですか？はい、どうぞどうぞ。はい。受験生です。私は受験本番に向けてもっと勉強に集中したいのですが、そういう学校ではないので周りから遊びに誘われることが多くて困ってます。あー、なるほどね。勉強する方が偉いとは思わないのですが、なんだかモヤモヤします。どうしたらいいですか？だから周りの環境と自分の熱意が合ってないってことだよね。そういうことですね。まあでもそれはしょうがないけど、どうなんだろうな。俺は進学校だったからみんな意識は高かったのよ。でも例えば高校1年生の時は俺だけ英単語帳を開いて大学受験用の勉強してて、何してんのみたいに周りから言われることはあったけど、決してなんかバカにされるような感じではなかったんだよね。なんか普通に英単語覚えてるんだ、おーすごいね、俺も頑張ろうかなみたいな、そういう空気感だったから。あ、でもゲームやろうぜはあったね、進学校でも。まあ俺自身モンハンやってたから一緒にずっとプレイしてたんだけど、それでも例えばモンハンのロード時間ってすごい長かったのよ当時ね。もうわかる？そのガチャ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 っていう音とともにずっとロード時間があるみたいな。その間英単語を3個詰め込んでクエストを進めながら英単語を反数するみたいなことはあったね。だからみんなからしたらおゲームやってんねなんだけど、実は英単語3個は常に頭の中である状態でプレイしてたっていう。ゲームするときはゲームしろよ。その周りが遊んでたとしてもその中でできる最大限の工夫はまずできるかなっていうのと、理想はね、俺はその受験とはちょっと違って司法試験受けてる時なんだけど、基本周り医学部の人ばっかりだから別に意識が低いとかじゃないのよ。単純にみんな意識高いんだけど向かうベクトルも先が違うだけっていう。でそういう時は俺はもう完全に場所ごと隔離というか、授業終わったらもうすぐ医学部図書館入ってひたすら司法試験の勉強してみたいな感じで、なるべく関わらないような環境を作ってたね。ゲンゲンの今までの環境だったらそうかもしれないんだけど、俺とかの経験で言うと、なんか周りにガリ勉とかって思われそうな気がするんだよね。あー、確かにね。まあどうなんだろうね。俺は今まで進学校からの東大だったからそういう風に思われない環境だったけど、まあだから逆にそういう風に思われない環境って居心地いいから、ぜひみんなには進学校だったり東大だったりっていうのを目指してほしいんだけど、仮にうまくいかなくてガリ勉って思われる環境か、思われていいんじゃないかなと思うけどね。だってガリ勉って悪いことじゃないから、一つの目標に向かって努力してるわけじゃん。だからガリ勉って言われても、お、俺今頑張れてるんだってポジティブに捉えればいいと思うけど、例えばいじめられるとかそういう実害被る場合は、まあ、そういうわけにもいかないからね。でも正直それに関してはもう逃げるしかないもんね。例えばもう学校終わったらすぐ塾行くとか、まあ、正直厳しいと思うけど、それをバネにしてじゃないけど、そこで自分が今踏ん張っていい大学に行ったらガリ勉だった人たちが大学に大集合するわけじゃん、から同じ環境というか同じ経験をしてきた人同士で集まるわけだから、まあ、当然そういういじめも発生しないし、この地獄から抜け出すんだじゃないけど、そういう強い意識を持って頑張ってもらうっていうのがまあいいのかなって思うし、どうしてもきつい場合はまあ親なり教師なりに相談して転校も視野に入れてもいいかもしれないよね。別に逃げることは悪いことじゃないから。自分から逃げなければ周りから逃げても大丈夫だから。もう逃げるはね、万能薬だね。とりあえず逃げときはどうにかなるから。とはいえこれって社会に出てからもあることやと思うし、種に交われば赤くなると言うけど、どうしても引っ張られちゃいそうだけどね。まあでも社会に出ても結局種に交わらなきゃいいね、そもそも赤くならないために。で交わったとしてもそれを反逆心にして頑張ってもらえれば、まあ類は友を呼ぶとも言うから、その意識高い状態でひたすら頑張っていけば気づいたら意識高い人たちが集まってくるんじゃないかなっていうふうには思うけどね。ちなみに、逆パターンのコメントも来てて、勉強頑張って進学校に入ったんですけど、周りが
自分よりもちょっと賢すぎてもう進学校に入ったばかりに逆に落ちこぼれになっちゃって、ああもうなるほどね。周りの意識が高すぎるってことか今度は。そっちです、そっちパターン。ああどうなんだろう。俺はそんなギャップに苦しんだことはないんだけどいやなんか別にあるのよ周りの意識高いなみたいな。例えばさ、文化祭とかさ、みんな頑張るじゃん青春だみたいな。俺あんま正直興味ないタイプだったから、とりあえずなんか本番迎えてなんか楽しければいいなぐらいの感じで本気でそれを作るみたいな周りの意識が高いっていうギャップはあったと思うんだけど、別にって思ってたんだよね。っていうのもその人たちは文化祭頑張ればいいし俺は勉強頑張ればいいし他にやりたいことあるし、要は結局そこにおいて意識が低かったからといってその意識の低さっていうのは別の方に意識向いてたからでしかないんだよね。だから、意識がその人は低かったかもしれないけどそれ以外に対して何かしら興味を持って能動的に動けてるんだったらそれでいいのかなって思うんだけど、でもその人はそういうのとちょっと違いそうだね悩みが。ちょっと違うと思う自分に対してその勉強に対して自信を持ってたけど、なんか上には上がいるんやなみたいな感じだと思うね。それはね、しょうがないね。しょうがないか、上には上がいるのはそういうもんだからなんだけど、その中で自分がじゃあ何やりたいのかっていうのと、実際ね上には上がいるが結局微妙に自分と違う道進むから基本戦わないんだよね。難しいなこれ表現が難しいんだけど世の中の選択肢ってめちゃくちゃあるわけよ、基本的にね。だからその中のちゃんと自分が進みたい道に向かってひたすら突き進めば気づいたらみんなあいつはこの道に進んだんだ、この人はこの道に進んだんだっていうふうにちょっとずつ同じ道を走っていく人がどんどん減っていくわけよ。だからその業界の中ではかなりもう最前線のところを走れてるみたいなことになるっていうふうに思ってて、もちろんその大学受験のタイミングではみんな同じことやるからその上には上がいるなって思うと思うんだけど、そっから先にどんどん次のレイヤーに進むにつれて気づいたらそのもっと細分化されすぎてて上には上がいるのはもちろんなんだけど言うて自分もトップ5に絞られた業界の中にはいるよねみたいな、そういう風になってくんじゃないかなって俺は思うね。でもこれは仮になんだけど、ゲンゲンがもうクラスで成績ビリみたいな環境だったらどうする？どうするか。実際俺図工の順位、中学1年生の時242人中238位だったのね、ほぼビリだよね。しかも内容が土笛を作るだったんだけど友達にちょっと手伝ってもらってなんとか形にして238位だから多分ビリ。意外だねめっちゃ。そうそのいう場合で、俺が仮にだよその中1から高3までずっと図工の勉強しなきゃいけなくてっていうことを考えた場合どうなんだろうな。俺だったら、図工は俺に向いてないんだじゃあ別の道考えようとか音楽なのか分かんないし、別の道を模索して図工ができなかったからといって、じゃあ自分の能力がないとはならないし、じゃあ図工で一旦勝負する場合は自分の周りにいる人たちがすごいわけじゃん。本当はありがたいんだよね。周りがレベル低い中でやるより周りがレベル高い環境で学べた方が絶対自分の成績って伸びるわけよ。それが仮にビリを維持してたとしても少なくともね周りがすごすぎるだけで自分の能力としては伸び幅はすごいはずなのよ。例えばなんだけど自分はサッカーの初心者です。なのに J1 のもうガチガチのプロチームでサッカー練習させてもらうってなったら当然もうずっとその中で一番下手だと思うんだけど、自分の伸び率としてはそこら辺のサッカーチームで練習するより絶対伸びるわけじゃんっていう風に考えたら確かにビリだけど逆にこんな自分よりすごい人しかいないクラスで学ばせてもらえるってこんな贅沢な環境ないなって開き直ってもいいかもしれないね。だって大谷翔平選手にさ野球習うってなったらさ、贅沢すぎるってなるじゃん。要は自分より上の人たちがもう山ほどいてそこで学べるって貴重な経験ってことだよね。なるほどね、本当考え方だね。そうだね。結局俺のモットーというか
幸せかどうかって自分次第だと思ってるから、自分の考え方一つでどんな状況もプラスにもマイナスにも考えられるなっていうふうに思うから、周りとの環境にギャップがある場合でも、このギャップがあるということはこういうプラスがあるんだっていう、そこに目を向けることによって、幾分その気持ちも楽になる気がするね。なるほどね、いやこれはコメントしてくれた視聴者の人も喜んでくれるんじゃないかなとよかった。思います。今後もコメントの救世主としていろいろ語ろうかな。ぜひコメントでお待ちしてます。能登半島の大地震で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。今回の地震で参考書や学習環境を失ってしまった方も多いと聞いています。河野塾イズムは意欲のある方全員に最高の学びを届ける予備校です。私たちにできることを考えまして、今回石川県、富山県、新潟県をお住まいの皆さんに徹底基礎講座数 1A を無料で提供させていただきます。詳細は概要欄からご確認ください。私たちの講座が少しでも勉強の支えとなり、復興への一助となりますことを、河野塾イズム一同心よりお祈り申し上げます。